波が寄せては返し、今日のざらついた思考を少しずつ磨いてくれる。ベルベットノワールスリープマジック。今夜のテーマは原作版のナウシカ。この物語は眠りへ向かうための灯火。あなたを責めず、ただ静かに包むもの。今日の灯火の言葉はこれにしよう。本当の強さとは壊す力ではなく許す勇気だ。それでは第13夜、原作版ナウシカをゆっくり旅しよう。宮崎駿が映画制作と並行して10年以上描き続けた大作、それが原作版風の谷のナウシカ。映画版が序章だとすれば、原作は生命、戦争、魂、許し、人間の本質を徹底的に掘り下げた哲学叙事詩だ。ナウシカは単なる英雄ではない。人間の愚かさも優しさも知り、それでもなお命を愛そうと決めたものの物語。なぜ世界中で読み継がれるのか。その理由はただ一つ。どんな絶望の中でも人は優しさを選び直せるという真理がこの作品には描かれているからだ。遠い未来の地球、人類はかつての文明を失い不快に囲まれて生きている。そこに暮らす少女ナウシカは風の谷の王女であり、誰よりも自然と心を通わせる存在だ。不快の森、巨大な虫オウム、普通の人間は恐れ避けるものをナウシカは慈しみ理解しようとする。やがて世界は争いに飲み込まれ、各国が生き残りのために戦いを始める。ナウシカは戦いを望まない。だが生き物が苦しむ世界を放っておけない。その優しさゆえに争いの真ん中へ飛び込んでいく。旅の中でナウシカは人間の欲望、文明の影、そして生命を作り変えようとする技術に触れる。世界は善悪では割り切れない。しかし彼女は最後にこう選ぶ。命はどれもが生きるために生まれてきた。誰もその価値を奪っていい存在はいない。ナウシカは破壊ではなく許しを選ぶ。憎しみではなく理解の道を選ぶ。原作のナウシカは実は哲学書のような構造を持っている。善と悪の境界線は誰が決めるのか。映画と違い、原作では敵側にも事情があることが丁寧に描かれている。ドイツの哲学者ヤスパースはこう言う。悪とは
理解されない時に生まれる誤解だ。ナウシカはどの陣営にも絶対悪を見ない。まず理解しようとする。許しは弱さではなく最も強い選択。ナウシカは暴力に対して暴力で返さない。その姿勢はトルストイやガンディの非暴力思想と響き合う。許すとは相手を許すことだけではない。自分の心を憎しみから解放することでもある。生命とは何か。原作後半には命を作り変える概念が登場する。哲学者ベルクソンは生命についてこう語った。生命とは停止しない流れである。ナウシカは生命を管理すべきものではなく尊ぶべきもの、その流れとして扱う。これこそが彼女の強さの根源だ。ナウシカという人物は心理学的に見ると高度な共感力と境界線の強さを併せ持つ存在。共感力だけが高すぎると人は自分を失う。逆に境界線だけが強すぎると人は冷たくなる。ナウシカはその両方を絶妙なバランスで保っている。相手の痛みに寄り添う。しかし自分の価値観を失わない。誰の心にも善の目を信じる。絶望しても灯火を消さない。これは心理学でいう成熟した共感の姿だ。そして彼女の行動原理は常にこれだ。心が苦しんでいるならそこにそっと寄り添う。これはカウンセリングの基本姿勢でもある。ナウシカは英雄ではなく心に寄り添う優しさの体現なのだ。それでは今日の灯火をここに置こう。優しさとは相手を包む力じゃない。相手の痛みを壊さずに受け止める力だ。世界を救うのは理念ではない。一人の静かな選択だ。許しは弱さじゃない。心が自分を取り戻すための勇気だ。ナウシカの旅が教えてくれるのは世界を変える大きな力ではなく自分の中の優しさを守り続けることの尊さ。明日できるのはほんの小さな一つでいい。今日傷ついた自分を優しく扱う。誰かの痛みに耳を傾ける。苛立ちの一歩手前で深呼吸をする。自分の灯火を消さずに歩く。それだけであなたの世界は静かに変わり始める。今日もよく来てくれたね。ナウシカが見上げた空のように夜の海は静かで広い。目を閉じれば風がページをめくるようにあなたの思考を優しく整えてくれる。
さあ、深く息を吸って吐いて、灯火が胸の奥で揺れているのを感じてほしい。その灯火はあなたの優しさだ。世界が少し荒れた日でもそれは消えない。それじゃおやすみ。また別の夜にお会いいたしましょう。砂の上に波消えてゆく夕日、浜辺は私一人、優しい風が眠りに誘う、ゆっくり漂う空の星、闇に溶ける夢の海に沈む、浜辺は私一人、優しい風が眠りに誘う。